世界で一番嫌いな国になりましたね。これ。And also we have the pumas. Close to the buffaloes. これがビッグファイブの一つのバッファローです。 They all bend. If it's uptight, one buffalo will be. このカメラだと結構遠いですけど、すごい近くにバッファローがいます。そして反対側にはかなり近くにシマウマが日陰で休んでます。 Unless maybe they do the 特に動物がいないこの辺の景色を見てるだけで最高です。この子はガゼルですね。かわいいな。there's some bats. このガゼルちゃんはなんでこんな尻尾を振ってるんでしょうか。待望のゾウが結構近くにいます。すごい。ゾウってもっと集団でいると思ったけど、ゾウがいます。 You can tell a male or a female. もうめっちゃ草食ってる。あれがヒッポですね。すごいのそのそ歩いてますけど、実は地上最強説がありますね。長い時間何もいなかったんですけど、やっと見つかったのが家族っぽいですね。ゾウの家族っぽいのがいますね。あそこにめちゃくちゃ小さいゾウがいます。赤ちゃんですね、おそらく。かわいいですね。すんごい悪路なのにめっちゃスピード上げ始めた。多分めっちゃいいものを見つけたんだと思います。ライオンを置きたい。めちゃくちゃ悪路なのにすげえ飛ばし始めた。めちゃくちゃ飛ばしてんだけど、危ない。前にライオンがいます。ついにライオンに出会いました。おお、寝た。こっちにはメスライオンですね。すごい。こっちにもライオンがいます。正面にメスライオンがいますね。何かを狙ってる顔に見えるな。ライオンここにもいるし、向こうにもいる。すごいいっぱいいる。でもこんないっぱい車に囲まれてなんかちょっとかわいそうなんだけど。近い。こっち来て。いや、すげえ。来た。あ、そう、ちょっと寝るんかい。この車の向こうにバッファローの死骸があって、それをライオンたちが捕食してる感じですね。今車が移動したのでバッファローの死骸が見えるようになりました。これが自然ってやつですね。こんな近くで捕食シーン見たのはさすがに初めてですね。ライオンにお別れを告げて、夕日が今めちゃくちゃ明るいです。ここがサンセットポイントだということで止まってくれたのかと思ったけど、ガイドさんがしょんべんしてただけでした。今時間は6時40分です。日も沈んだので今日はこのままキャンプに戻るみたいです。7時13分キャンプ場に戻ってきました。はい、ということで自分のテントに戻ってきました。時間は7時23分になります。この後夕食ですね。ランチと同じ場所の方に行こうと思います。夕食会場でまず有料ですがビールを買いました。400シリングです。で、ここにあるようにトゥスカーっていうものがケニアのラガーということでケニアのビールです。はい、いただきます。まあうまいです。ディナービュッフェはこんな感じですね。米ポテト、あとなんだ、まあいろいろありますね。こんな感じでとりあえず全種類取ってみました。で、1個塊肉みたいなものがあって、何の肉かわかんないけど、昨日食べたヤギの肉じゃなかったらいいんだけどって。いただきます。では肉食ってみます。あ、多分チキンだ。ヤギではなかったです。形状がチキンじゃないけど味はチキンなんだよね。とりあえず昨日食べたヤギの肉よりは美味しいです。これは豆ですね。チャパティ。2杯目ウイスキー頼みました。ロックが良かったけどアイスがないということでストレートで。ウイスキーも400シリング。量少ないからビールの方がコスパいいな。
はい、ごちそうさまでした。言い忘れましたけど、食事は当然ツアー代に含まれております。ただ、アルコールは有料ということで、ビールとウイスキーで合計で800シリング払った感じですね。で今時間が8時半なんですけど、電気が10時までなので、10時になると真っ暗になっちゃうはずなんですよ。それまでにシャワー浴びたりとか、いろいろ準備して、もう10時にはもう寝れる状態にして寝たいと思います。明日はですね、朝食が6時からで、ツアーが7時開始との、ことでした。こんな感じで。蚊帳をセッティングして寝ます。いつも思うんですけど、蚊帳をセッティングした時にすでに蚊が中にいたらどうするんですかね。おやすみなさい。おはようございます。5月3日土曜日朝6時28分になります。では、朝飯食べに行きます。で、ちなみに昨夜も今朝もお湯はちゃんと出ましたね。助かりました。もう結構明るいですね。確か今日の日の出は6時半頃なんですよね。夜ね、ちょっと多分遠いというか離れた場所だとは思うんだけど、野犬がもうずーっと吠え続けてました。10匹ぐらいはいそうな感じの野犬の叫び声が夜中中ずーっと響いておりました。朝食はこんな感じです。まず食パンとチャパティ。で、こっちがオムレツかなとソーセージ。いい感じですね。で、あと飲み物、コーヒーとか飲めるようになってます。コーヒー、紅茶がありますね。ポットの中はお湯。ということで、こんな感じで撮ってみました。ソーセージ。すいません、暗くて。うまいうまい。で、オムレツ。うまい。そして何よりコーヒーがめちゃくちゃ落ち着きますね。めっちゃうまいコーヒー。ごちそうさまでした。いや、朝飯うまかったです。私はコーヒーとソーセージとオムレツがあればもう大満足してしまう人間のようですね。朝のキャンプサイトはこんな感じです。いやー、ちょっと寒いけど気持ちいい。気持ちいいです。すがすがしいです。この後7時からツアー開始の予定になってます。今6時49分。7時5分出発しました。今日もまた水2本もらいましたね。早速ガゼルが現れました。昨日も見たけど。そしてビッグ5の一つバッファローが今日も現れました。このカメラだと遠いけどバッファローのお尻のとこに鳥が止まってますね。結構遠いですけど象がすごいたくさんいます。2家族ほどいるそうです。なんかいるけど、行っちゃった。なんだあれ。いた。何かがいた。サイかあれ。止まった。あ、ちょっと。すぐ目の前でライオンが休んでますね。すごい数。すごい数が木陰で寝てます。そこでライオンが寝てますね。めちゃくちゃおとなしいな。めちゃくちゃ近いところにいる。ちょっと怖いレベルで近いんだけど、すごっ。チーターがいるはずなんですが、どこにいるのかが分かりません。いた。チーター。いた。めっちゃ木陰の中にいる。インパラです。インパラやっぱ可愛いな。この辺めちゃくちゃ平和な感じ。こっちにめちゃくちゃたくさんいます。100匹ぐらいいるんじゃないかな。マサイリバーでカバが泳いでますね。川の向こう側にカバとワニがいますね。あれ何やってんだろう。12時48分、車から降りまして、ランチ会場ですね。で、トイレとかもあるということで降りました。ランチ会場と思われる場所はこんな感じになってます。ランチです。オレンジジュース。で、これがチキン。で、バナナとパン。レプルスかなって感じです。ランチ食べ終わって1時50分頃、また出発です。今車を降りまして、ここはタンザニアとのボーダー、国境だそうですね。この石のこっから21メートル左がタンザニア。こっから2メートル右がケニアってことみたいです。で、その間はなんかどっちでもないみたいな感じ。向こうはタンザニアだから入るなよっていうことですね。2時14分にまた休
再開です。キリンの近くまで来てくれました。結構近いですね。首長。こっちに何匹もいました。めちゃくちゃ近くにシマウマがいます。向こうにも。シマウマも日陰で休んでるのかな。今4時36分なんですけど、マサイ村に着きましたね。明日行くって聞いてたんだけど、今日来ちゃいましたね。ということで、マサイ村の入り口って言っていいのかな、こんな感じですね。このマサイ村は200人、人口200人だそうで、10家族が暮らしてるそうです。ジャンプ力がすごいですね。この辺にあるのがマサイ村に住んでる人の住居だそうですね。ここが家の中だということで。暗いな。鶏がいる？スイート？ OK。今、家の中で1対1でお話をしていただきましたね。この辺はハンドメイドしたお土産物屋とかを売っている場所って感じですね。観光客用に。この辺の風景がめちゃくちゃ美しいですね。めちゃくちゃ綺麗、この辺。なんじゃこれ。ここら辺にいるヤギが一気にここに集められてますね。で、集めてるのはあの悪ガキです。今、ヤギに棒を投げつけましたね。さっきまでバシバシ叩きまくってました。多分動物愛護団体が見たら発狂するんじゃないかっていうレベルの仕打ちをあの子はやってましたね。ヤンキーだな。ということで5時42分にマサイ村を後にしました。5時50分キャンプサイトに戻ってきました。今日はこれで終わりということみたいです。明日はそのまま、ランチだけどっかで食べて、もうナイロビに戻るらしいので、明日サファリはないみたいです。なので、残念ながらビッグ5のうちの一つ、ヒョウ、レオパードは残念ながら見れずって感じで終わりになりそうです。しょうがないですね。ビール、昨日と同じものですね。400シリングです。いただきます。うめえ。ツアー中ね、水はあったし、水はちゃんと飲んでたんだけど、暑くてね、炭酸飲料欲してましたね。うまいビールが。うめえ。7時40分になったのでディナーを食べます。本日のディナービュッフェの内容、米パスタ。これなんだ、じゃがいもか。で、何かの肉と野菜と野菜とフルーツって感じですね。ということで夕食も全種類取ってきた感じです。では、マサイマラで食べる最後の晩餐になります。相変わらず野菜がうまそう。いただきます。やっぱりキャベツとかキュウリとかが入ったグリル野菜って言っていいのかな。これがうまいね。いくらでも食える。メインディッシュのお肉。何かの肉。多分ビーフかな。うまい。肉は若干筋張ってるけど、でも全然うまい。味付けはなんて言っていいかわかんないけど、塩コショウで味付けした感じかな。うまいです。本当はビール飲もうと思ったんですけど、朝飲んだ時コーヒーがめちゃくちゃうまかったんで、ちょっと今日はコーヒーにします。このインスタントコーヒーがなんか妙にうまいんだよ。すんげえ落ち着く。私が一番最初にホテルからセダンの車で送迎した時に同乗した日本人の方のカップルの方はサファリの車は別だったんですよね。その方にさっきディナーの時にお話を伺ったら、チーターが走ってガゼルを捕まえて捕食するシーンを見れたらしいんですよ。すごいな、羨ましいなと思ったんですけど、なんと動画をいただきまして、本当にありがとうございます。YouTube で流させていただいていいかどうかっていうのはまだ聞いてないんですけど、この後聞こうと思うんですけど。着いた着いた。本当にありがとうございます。本当このナイロビのサファリツアーでは優しい日本人の方が何人もいて、同じサファリカーに乗ってる日本人カップルの方もすごい人ですし、あと今朝動画ではまだ言ってなかったと思うんですけど、今朝日本人の男性で私と同じように一人で来てる方がいて、でその方とも今朝ちょっと話したんですけど、ディナーの時はいなかったからもう今日帰られたのかな。多分そうだと思うんですよね。多分今日ナイロビの方に帰られたと思うんですけど、なので合計5人ですね。合計5人日本人の方に会いましたね。もちろん皆さんすごいいい方で、今
朝話した一人で来てた方はこの後タンザニアに行くらしいんですよね。で、同じサファリカーだった人はロンドンに今住んでて、この後スペインの方にも行くって言ってましたし、先ほど言ったチーターの捕食シーンの動画をいただいた日本人の方のカップルもこの後クアラルンプールとか行くって言ってましたね。あとケニアの別の都市にも行ってからナイロビに来たって言っていましたし、旅上級者っぽい方ばかりですごい刺激も受けましたし、もう皆さんいい人で本当助かりました。改めてお礼を申し上げさせていただきます。ありがとうございます。汚いおっさんを相手にしていただいてありがとうございます。皆さん良い旅を。ということでですね、今日今もう8時40分45分ぐらいかな、10時に電気が消えちゃうんでシャワー浴びたり寝る準備をして寝たいと思います。おやすみなさい。寝ようと思ったんですけど、先ほど動画をくれた日本人の方から、WhatsApp で連絡いただいて、キャンプファイヤーやってるけど、行かないですかみたいな、話をいただいたので、ちょっと覗いてみようと思います。おはようございます。5月4日日曜日朝6時5分になります。昨夜すいません。キャンプファイヤー行くって言って、で、撮影もしようと思ったんですけど、教えてくれた日本人の方とですね、ずっと喋ってて、喋るのに夢中になって、撮影するのを完全に忘れてました。何時ぐらいかな ?11 時前ぐらいまでずっと喋ってましたね。10時消灯なので、もう消灯後もずっと喋ってました。楽しかったです。では、朝飯行きます。今日の朝食、パンとチャパティ的なもの、あとオムレツとサモサ、あとソーセージって感じですね。ということで、こんな感じで撮ってみました。相変わらず朝飯はうまそう。とりあえずオムレツがあるから最高っすね。うまっ。朝のキャンプサイトも美しいですね。ごちそうさまです。朝食美味しかったです。7時半出発なんで、パッキングして準備しようと思います。早いな。2泊3日あっという間っすね。7時34分に出発します。隣のウガンダ人が毎回遅れてきてマジでうざい。牛の大群が道を塞いでおります。すごい数。9時39分1回目の休憩、トイレ休憩ですね。15分から20分ほど休憩だそうです。やたら綺麗なところ。建物の中すごい広いお土産物屋さんになってました。ビッグ5って載ってるこういうやつ買おうと思ったら8500シリングだって。今のがお土産物屋さんで、あとここにレストラン的なものもありますね。10時26分休憩終わって出発です。15分から20分って言ってたけど40分以上休憩してました。12時20分ランチということでレストランっぽいところに泊まりました。こちらみたいですね。レストランの雰囲気はこんな感じです。ランチもビュッフェみたいですね。米とじゃがいもでチャパティになんか豆カレーみたいな感じかな。で野菜と肉、キャンプサイトとほぼ一緒だな。こんな感じで撮りました。ではいただきます。肉かな。キャンプサイトで食べたのと一緒。あとフルーツでバナナがありました。さっき寄った店でも買おうと思ったこういう服なんですけど、さっき寄ったところだと8500シリングって言われて、ここだと3000シリングって言われました。私に合ったサイズがないんで買わなかったけど、半額以下の適正価格で提示されました。12時53分レストランを出発です。2時35分にホテルに連れてきてもらいました。で、今日から泊まる新しいホテルはベストウエスタンホテルアッパーヒルというところです。ではチェックインします。はい。ではチェックインしたのでルームツアーします。で、ワンルームって感じですね。まずここに大きいベッドが、清潔そうなベッドがあります。で、デスクですね。使うかわかんないけどテレビもあると。ここクローゼット、セーフティーボックスありと。で、ここが水回りになります。無料の水2本ですね。洗面所にボディーローションと石鹸があります。で、ドライヤーもあってと。で、ここがトイレですね。普通な感じで清潔そうです。ここはシャワールーム。で、コンディショナー、シャンプー、シャワージェルと。ちゃんと全部揃ってる感じですね。いい感じ。で、この前ナイロビで泊まったホテルもそうだったけど、エアコンがないみたい。この前はあったけど、こっちは冷蔵庫もないね。テレビはライムビデオ、YouTube あたりが見れるみたいです。Wi-Fi は 23Mbps なので、そこそこですね。Wi-Fi パスワード不要タイプで、ちょっと不安が残るやつです。こちらのベストウエスタンナイロビアッパーヒルなんですけども、Booking.com で予約して、2泊で朝食付きで 16,494 円でした。
サファリツアーの総評をしたいと思うんですけど、ビッグ5が全て見ることができるマサイマラ国立公園ということで期待はしていたんですけど、残念ながらショーだけは見れなかったって感じですね。こればっかりは仕方ないんですけども、他の4つを含め、ビッグ5以外にもいろいろ見れたので、満足感は当たり前ですけどあります。ただですね、何回か話してると思うんですけど、私の隣にいたウガンダ人が本当にうざくて、もう毎回集合時間に遅れてくるのは当たり前っていうのもあるし、で、あとはそいつが私になんか写真を撮ってくれって何回か頼んできたことがあるんですけど、毎回何も言わずにこうしてくるんですよ。これでなんか無言でスマホを渡してきて写真撮るみたいなことしてきやがって、本当にムカつくんですよね。だから私以外の皆さんはそこまで被害はなかったかもしれないですけども、隣だったこともあって本当にうざかったです。ウガンダ行ったことないのにウガンダ世界で一番嫌いな国になりましたね。そんなに動画で撮ってないんで皆さんに伝わらないと思うんですけど、本当に腹立って。で、これからの予定なんですけども、ナイロビにあと2泊するんですよね。明日はですね、午後ちょっと予定あるんですけど、それまでは予定がないので、動画編集作業全然進めてないので、とりあえず少なくとも今日は動画編集作業に励もうと思います。すいません、またやってしまいました。今、10時半です。ちょっと休もうと思ったら寝ちゃいまして、夜飯食いそびれました。ナイロビ着いた初日かなに買った非常食のお量でなんとかして今日は寝ます。おやすみなさい。おはようございます。5月5日月曜日朝7時8分になります。このホテル朝食付きなので、まずは朝食食べます。朝食はブッフェ形式ですね。ジュースがあって、この辺はパンコーナーですね。でこの辺はシリアルで、チーズ、ハム、野菜、果物。ここはエッグステーションなんで、好きな卵の焼き方やってくれそうです。で、ビーンズイントマト、ライス、マッシュルーム、グリルトマト、で、ビーフソーセージだそうですね。朝食こんな感じになりました。いや、めちゃくちゃうまそうじゃん。アメリカンブレックファーストって感じだけど、いただきます。普通のアメリカンブレックファーストって感じなので、特別食レポはしないんですけど、マッシュルームがうまいわ。うまい。ごちそうさまです。めちゃくちゃうまかった。ここのビュッフェ、種類は少ないんですけど、味がうまい。めちゃくちゃうまかった。ごちそうさまです。ただいま、午後1時53分になりました。今まではですね、動画編集作業したり、先々行く旅先の情報集めとかをしていました。で、今からですね、キベラスラムツアーに参加します。これもまた、ゲットイヤーガイドで予約済みです。でキベラスラムツアーっていろいろあるんですけど、ルーカスとキベラスラムツアーっていうやつを予約しました。このルーカスって人が、何やらキベラスラム出身みたいなんですよね。普通のやつよりちょっといいかなと思って予約したんですけど、4956円でしたね。で、そのツアーに今から行くんですけども、ブリングハウスモールっていうショッピングモールが集合場所になってるので、今からウーバーでそちらに向かおうと思います。ウーバーすぐ来てくれました。では集合場所に向かいます。ウーバーチップ込みで310シリングでした。ツアーは私とあともう2人が日本人で、なんとサファリツアーで一緒だったお二人でした。とんでもない偶然。ということでツアー開始になります。で、来てくれたガイドさんはラジャイラといういい感じのおっちゃんがガイドでした。ルーカスさんはオーガナイザーだということでした。待ち合わせ場所からキベラスラムまでは全部歩くみたいですね。で、この辺市場なのかな、こういうとこ通って結構楽しいですね。スニーカーはどの店も700シリングですね。この店も全部スニーカーは700シリング。ハーフパンツは300シリングですね。向こうにある T シャツっぽいものは100シリング。これは安い。今までよりさらにローカル感が漂う場所に出てきました。この道は両脇にお店がずらっと並んでますね。こういうところ個人的に結構好きです。楽しいです。そして唐突に生鮮市場ゾーンに来ましたね。野菜やら果物やらが売ってる区画になります。玉ねぎっぽいものが4つで20シリングとか3つで20シリングとか安いっすね。食べ物よりスニーカーの方が虫たかってんな。めちゃくちゃ雰囲気あるようなとこに来ましたね。ここはもうキベラスラムの中ってことでいいのかな。ここに唐突にレストランがありました。J&E ワインズキベラスラムツアー、やばい、めちゃくちゃ楽しいですすごいとこ来てる感がある。この建物なんとホテルだそうです。節約派の方はこちらに泊まってみてはいかがでしょうか。ビクトリアクラフツっていう工場に連れてきてもらいました。もう作ってるところビデオ撮れって言われたんでちょっと撮ります。こういった製品が今ここで売られてるんですね。ちなみにこのキリンのキーホルダーは800シリングだそうです。しかしこの雰囲気たまらんね。ガイドがいるっていう心強さもあるけど、それにしてもなんかこの雰囲気たまんないな。キベラスラムツアー楽しいっす。突然ガイドがこの中に入り出しました。今案内されたこちらもクラフトショップって感じですね。
このようにいろんなものが売ってますね。やばい。いきなりなんかやばいとこ来た。ゴミ山やん。なかなか衝撃的な場所にやってきたようです。あ、線路がある。このゴミ山の中にある線路、なんとまだ使われているそうです。なんてこった。ちょっとこんな光景はさすがに想像してなかったですね。こんなゴミの山があると。もう使われている線路沿いです今映してるところはもう完全にキベラスラムの中になりますね。先ほど線路のところから上から見下ろしていた、どっからどう見てもスラムっていうところの中に入ってきました。最初はここは普通の道だな。こっからやばそうだな。今までも十分やばかったけど、地面の汚さがひときわ汚いですね。そして匂いもちょっとここは今までのところよりひときわひどいですね。この道ゴミがやばくて匂いがひどい。本当に鼻がやばくなりそうなぐらい臭い。こんな環境って言ったら申し訳ないけど、こんな環境でも子供たちは元気に明るく生きてますね。いや、落ちたらやばいなこれ。この川の上の橋に今いるんですけど、臭いっすね。悪臭です、悪臭。改めてだけど、もうこの辺すごいね、崩れかかってます。あの辺なんか燃えてるし、なんか今あそこ燃えてるしって自分言ったんですけど、本当に火事だったみたいあそこのおばちゃんがバケツで水ぶっかけてましたけど、マジでやばかったみたい。建物の中に入っていくようですね。あ、スクールか。ここはスクール、学校ということで教室の中ですね。ここにあるようにもう完全に英語で授業してるみたいですね。子供たちでもある程度の英語が喋れるみたいです。Now record. Yeah. What's your name? マイクはおそらくガイドさんの家、もしくは前の家かな、だと思います。Huko atafanya hivi. Yeah. Ndio nilikuwa nakuelezea hivi. Hi. Unamwambia Dennis. Sikiliza tu yule jamaa. Auntie. Yeah. Wow. Young children, my young. こちらガイドの方と、これルーカスさんです。ありがとうございました。こんにちは。ありがとう。ありがとう。はい、ということでキベラスラムの真ん中で解散となりました。今ウーバーに乗り込んだところです。サファリツアーでも今回のツアーでも一緒になった日本人のめちゃくちゃ素晴らしいカップルのお二人はですね、レストランへ向かいました。私も本当はレストランに行こうと思ってたんですけど、今から本当に最低なこと言いますけど、めちゃくちゃ手洗いたいのでホテルへ向かってます。ウーバーチップ込みで370シリングでした。ホテルに戻ってきました。では早速手を洗ってスマホやらいろんなものを除菌シートで拭いてシャワー浴びようと思います。時間は夜8時になりました。飯食いに行くんですけど、初日にニャマチョマを食べたり、サファリツアー中もいろいろ現地のケニアの飯っぽいものを食べてきたっていうのもあるし、動画編集作業の時間をなるべく長く取りたいので、このホテルにあるレストランで飯食っちゃおうかなと思います。ということで、プールサイドのすんごい雰囲気のいいところで、おっさん一人で飯食おうと思います。予想してたっちゃしてたんですけど、すんげえ高いな。まあいいか。どうせならこのケニアンクラシックって中から食べようかな。最近肉ばっか食ってたんで、これにしよう。これ、グリルドレッドスナッパーだって、サマキワクパカっていう、3000ってまあめっちゃ高いんだけど、もういいや。これ食っちゃいます。まず飲み物聞かれて、おすすめのケニアビールをくれって言ったら、これあれですね、サファリ中何回か飲んだ、トゥスカーって読むのかな。いただきます。では、ナイロビ最後の夜に乾杯。うめえ。はい、ということで、レッドスナッパー来ました。で、レッドスナッパーは、金目鯛の仲間ですね。いただきます。では、レッドスナッパー、いただきます。久々に魚食ってる。うまい。魚の身はもうちゃんとふわふわで、表面はちょっとだけ焼いててカリッとしてる感じで絶妙です。で、下にグリル野菜があるのもいい感じですね。味付けは結構シンプルなんだけど、タレがちょっとだけかかってて、ペッパーソースをちょっと甘くしてるような感じかな。ごちそうさまです。お会計3600シリングだったんですけど、チップ必要かどうかわかんないんですけど、お釣りの400チップにして、全部で4000シリング払ってきました。おはようございます。5月6日火曜日朝7時48分です。ホテルの朝食食べに行きます。今日の朝食はこんな感じです。ソーセージとポテトの種類が昨日と違った。いただきます。ごちそうさまでした。朝食は相変わらず美味しいです。で、この後ですね、チェックアウトするので、このホテルの評価をしたいと思うんですけども、星 3.5 でお願いします。ここ着いた時に言ったと思うんですけども、冷蔵庫がないのがちょっと痛いんですよね。綺麗ですし、朝食も美味しいということで、通点の3.5
点をちょっと上乗せして 3.5 にしました。で、あとですね、ちょっと早いんですけど、ナイロビの総括をしたいと思います。まず治安が皆さん心配だと思うんですけど、昼間だったら特に問題ないかなと思います。一応念のためというか、移動は Uber にしとけば問題ないし、Uber すぐ捕まるし安いっていうのもあるんですよね。あと、人々はみんな優しいですね。フレンドリーで優しいです。ナイロビ市内の観光については、正直そんな観光資源ないのかなとも思ってるんですよね。もうナイロビに来たらもう素直にサファリツアー行った方がいいですね。で、そうすれば本当満足度高い滞在になると思いますので、本当めちゃくちゃビビりながら来たんですけど、来てよかったなと思えるところでした。それでこの後の予定なんですけど、今日夕方6時の便でナイロビおよびケニアを離れます。で、この宿10時チェックアウトなので、ホテルの敷地内のどこかでパソコン作業して空港に出発 2,3 時間前、3時間前ぐらいかな、それぐらいに着くように行動しようと思います。ではこのホテルを出るときにまた。2時41分、Uber に乗りました。空港に向かいます。空港の中で撮影できるかどうか微妙なんですよね。制限エリア内に入っちゃえばいけるんじゃないかなと思うんですけど、なのでちょっと今のうちに言っておくとですね、エチオピア航空に乗ってエチオピアのアディスアベバに向かいます。エチオピアも当然今回私初めて行く形になります。ドキドキしますが、じゃあそれでは空港で撮影できたら空港で。ナイロビのジョモケニアッタ空港の制限エリア内に入ってきましたが、こんな感じのフードコートもあるんですね。こんな綺麗なバーとかもあったりとか、こういうカフェとかもありますね。謎の日本ブックストアっていうのもあります。そしてこんな感じの普通の綺麗な免税店もあります。そしてこういうアフリカっぽいケニアっぽいものが売ってるお店もあります。ジョモケニアッタ国際空港の制限エリア内はこんな感じですね。ついこちらを買ってしまいました。これ32ドルでした。ただシリングで払えるって聞いたら、シリングだと4160シリングっていうことで、シリング現金で払いました。ボーディングゲートのすぐ近くまで来ています。ケニア編は以上となります。面白かった、役に立ったと思っていただけたのであれば、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次回はエチオピアですね。エチオピアン航空でナイロビからアディスアベバの方に旅立ちます。それではエチオピア編でお会いしましょう。